Hi there, it's Masaki from Korea ESL。 皆さんこんにちは、クイア英会話のまさきです。今日はバイオキャット Q さんという人からいただいたリクエストをもとに Carceral Feminism という言葉についてやりたいと思います。初めてのリクエストです。ありがとうございます。その他にも Police Brutality という言葉と Jumping on the Bandwagon という言葉もついでに覚えてください。Carceral Feminism という言葉は多分聞き慣れないと思うんですけど、Carceral はどういう意味かというと、刑務所のとか牢獄のとかいう意味なんです。定義を見てみましょう。Carceral Feminism is an approach that sees increased policing, prosecution, and imprisonment as the primary solution to violence against women。女性に対する暴力を解決する主要な手段として警備、起訴、投獄を増やすことを掲げる一部のフェミニストのアプローチ。何が悪いのそれのって思う人もいるかもしれません。悪い人はぶち込めばいいし、暴力を振るう人なんてね、罰を与えるしかないんだからみたいなって思う人もいるかもしれません。でも悪いところいっぱいあります。それを紹介します。まずそもそもマイノリティにとって国の警察の権力が増大することっていうのはとても危険なことです。というのも、そもそも逮捕される確率っていうのが黒人女性とかクイアの女性とか移民とかはとても高いですね。例えば同じ罪を犯して捕まったとしても重い罪を被る可能性が高いんです。マイノリティの方が。っていうその統計がもう出ていて、そういう中で国の警察の権力を大きくさせるっていう方向に持っていくっていうのは、自分たちに結果的に自分たちを痛めつける、自分たちの仲間を痛めつけるような社会を作っていくことになってしまうっていうの、こういうのはバックファイアっていうんですけど、ファイヤーがバックブワーってきてしまう逆効果というか、自分がいいと思ってやったことが自分たちに降りかかってしまう時に使うんですけど、バックファイヤーしてしまうと思いますというのがありますね。さらに警察官からの暴力とか刑務所内での暴力っていうのもすごくいっぱいあって、特にそれもやっぱり有色人種だったり女性だったりクイアだったりすると、あと移民だったりするとよりその確率が上がるんですけど、それもそのカーセラルフェミニズムというフェミニズムを、自分たちで言ってるわけじゃないけど、そういうカーセラルフェミニズムじゃないかお前らはって言われてる人たちっていうのはあまり語ろうとしないという傾向があります。警察官による暴力についてはもう YouTube とかでもすごい出てるので、多分 Police Brutality という言葉でググれば出てきます。Police Brutality、 Brutal っていうのは残虐な、 Brutality だから残虐であること。 Police Brutality、 よくニュースとかでも出てくる言葉なので覚えちゃってください。さらに移民とかセックスワーカーだったりすると、そもそも自分も捕まるかもしれないと思って犯罪を通報できなかったりとか、何かの時にその警察に頼れない、頼ることを恐れてしまって、結果的にもっとひどい状況に陥ってしまうとかいうことがあって、それは何でかって言ったら、警察がそもそもそういう人たちを守ろうとするような体制ではないからというのがあります。で、もう一つ何が問題かというと、そうやって警察の権力を増大させることによって警察とか刑務所とかの方にお金がどんどん行ってしまう。警察や刑務所がちゃんと機能することで問題が解決すると思われてしまうと、そこにお金を投入すればよくなってしまう。そうすると、例えば住宅支援とか生活の支援とか子育ての支援とかっていうところへのアクセスがどんどん狭くなっていってしまうという問題があります。さらにこういう具体的な問題だけではなくて、大きな問題として個々の暴力を犯罪として扱うことによって、そもそも暴力の背景にあるその貧困だったり差別だったりっていう構造的な問題というのから人々の目をそらすことができてしまう。だから国はどんどんカーセラルフェミニズムに頑張ってほしいわけです。あとは他の社会運動にもそのカーセラルな人たちというのがいますので、そういう人たちにどんどん頑張ってほしいわけです、国は。そうすることで自分たちの権力が大きくなって、で予算も警察とか刑務所とか自分たちの仲間というか、そこにお金が回るようになっていく。でしかも差別とかの問題にかけるお金とか労力とかっていうのはかけないで済む
全くかけてないわけじゃないけど、そこを削ることができる。そっちの方が絶対お金かかったり労力かかるし時間もかかることなので、そっちをちょっと置きっぱなしにしておいて警察権力を増大させるっていう方向が国は好きなんです。例えばセックスワークでも今ヒューマントラフィキングという言葉、人身取引という言葉で性の取引、性とお金の取引とかっていうのがいかにその犯罪組織による人身売買によって成り立ってるかっていうのをすごく宣伝する人たちというのがいっぱいいて、世の中に今すごく力を持ってきてるんですけど、ここ10年ぐらい、特に5年ぐらいはすごいのかな、アンタイトラフィキングムーブメントという運動が世界規模で起こっています。その人たちは何を言ってるかというと、セックスワーカーたちっていうのは自分の意思でやってるわけがない、あんなひどい仕事だから助けてやらなければいけない。彼女たちは犯罪組織による人身売買の被害者だからって言って売春宿とかに行って、そのセックスワーカーたちをこうごっそり保護という名目で連れてきて、で自分たちのところ団体で働かせたりとか、一回留置場で保護したりとかして、で結果的に何するかって言ったらば、なんかその人たちの家に戻しちゃったりするんですよ。そうすると結局また同じことの繰り返しですよね。その間の収入がなくなるだけで。でもそういう運動にものすごい巨額のお金が入ってくるわけです。特にキリスト教系とか芸能界の人たちとかも結構寄付とかをしてるので、そういう団体とかっていうのは警察とすごく仲良くして、警察と一緒にこう売春宿に行って摘発して女の子を保護してみたいなことをやってるわけなんですけど、それもまあ一つの例ですね。カーセラルフェミニズムのね、反差別法みたいなのがアメリカにあるんですけど、それの中に LGBT を入れろみたいな運動にすごくお金が投入されてるんです。もちろん同性婚の運動にいっぱいお金がすごくつぎ込まれてたことはもう間違いないんですが、それとやっぱり並行して反差別法についてすごくこうお金が動いてます。反差別法というのは、例えばトランスジェンダーであることを理由に雇用主がその人を解雇したらいかんみたいな法律になるんですけど、 LGBT であることで解雇されたらいかんってなってる州っていうのはすごく少ないんですね。だからそこを全体として連邦法として禁止に LGBT を盛り込んでくれという運動なんですけど、そもそも特に理由がなく解雇ってしていい州ばっかりなんですよ。だからトランスジェンダーとか LGBT とかの人たちがいたとして、やめさせたいなと思ったとして、別に LGBT だからとか言わなくて普通に解雇でできるんですよ。だから反差別法にそれを組み込めっていう要求がどこまで実際に LGBT とかクイアの人たちに利益があることなのかっていうのはちょっとわからない。でもなんかすごい頑張ってるんですよね。それって結果的に例えば中小企業とかでちゃんとこうフォーマルな解雇の仕方というかっていうのがそもそも時に守られていないような環境っていっぱいあるじゃないですか。そういうところでやめちまえこのおかま野郎みたいなことを言っちゃったら、その言っちゃう、思っても言わないっていうそのエリートな感覚みたいなものを、自分はちゃんとそういうことは守りますみたいな偉そうな態度っていうのを思ってない人は言っちゃうかもしれないよ。おかま野郎とか男女とか、そういう時にただ単にそれが無効になったり、その人が罪に問われるようになるくらいだと思うんですよ、効果って。あとは他にもヘイトクライム法だって、あれも支持する人たちというのはやっぱりちょっとどっかでカーシュラルフェミニズムと通じるところが大いにあると思います。じゃあ実際に自分が暴力に遭った時に警察を呼ばないのかとか、自分が暴力を目の当たりにした時に通報しないのかって言われたら、それは正直その場の判断だと思います。背に腹を変えられない瞬間というのは絶対あるので、それを踏まえても、でも他の方法を模索するということも絶対重要で、実際にいろんな模索がされてます。特にフェミニズムの中で説明文にリンクがありますけど、そこでも紹介されてます。いろんな方法が試みられてます。コミュニティレベルだったりとか、その友達間のシステム作りだったりとかっていうことで、そのドメスティックバイオレンスの被害に遭う人が生き延びるためのいろんな模索がされてます。
でそんななんかいろんな可能性が模索されている中で一番重要だなと思うのはその一個一個の解決法というのがこれがもう正解これやれば間違いないねっていうのって多分全然なくていろんなことをやらないと無理なんですよ。一個の解決法を採用してじゃあ女性の暴力の問題解決ですねってことにはならない。その警察にその解決を求めるっていう考え方というか、方法というのも時には必要だったりそうせざるを得なかったりするけどそれだけになるんじゃなくていろんなことをみんなで考えながらやりながら女性の被害暴力の被害とかあとはそのヘイトクライムクイアだったり移民だったりとかっていう人たちの被害を何とかしていこうよというのが多分一番バランスの取れたというか私が思う方向性というのはそういうところです。これだという答えはないのでそこをみんなで考えていかなければいけないんだと思います。日本でそういう試みが行われているそういうオルタナティブなその暴力に対するその解決に向けての模索というのがなされているかとかっていうのを私はちゃんと知らないのでもし知っている人がいたら教えてほしいと思います。というわけで今日はCultural Feminism についてやりました。I don't have an answer, but there's a lot to think about before jumping on the bandwagon. 私が答えを持っているわけではありませんが、バンドワゴンにジャンプオンする前に考えることがいっぱいありますね。Jump on the bandwagon は、bandwagon は、なんつったらいいんだろうな。これだからみんなが今それにガーッと乗っかってグワーって行こうとしてるところに自分も乗っかっちゃうみたいなそういう jump on the bandwagon 時の流れに身を任せみたいな違うか今の流れに安易に乗っかってしまうことだから cultural feminism とか anti-hate crime law anti-discrimination law というものに自分がいいねいいね乗っかってしまおうというのを jump on the bandwagon と言います。だから There's a lot to think about before jumping on the bandwagon というわけで今日の動画はおしまいです。バイバイ。もしこの動画が気に入ったらチャンネル登録してください。バイバイ。